これがね、全てを物語るというか、はいどうも始まりました。今回はですね、こちら Zoom G1-4 と、そして最近新しく発売になった G2-4、この2つの機能やサウンドなどの比較をやっていきたいなと思います。はい、G2-4 こちらですね。このカーボン調のボディがめちゃめちゃかっこいいですよね。少し大きくなったんですけども、ボードには全然ね入れられるようなサイズで、重さはこれくらい違います。インプットの端子があって、その隣にオグジュアリーインがありますね。スマホとかを有線でつないで曲とか聴きながらね練習できちゃうやつです。そしてアウトプットが今回から LR の独立になりましたね。 G1-4 の場合、アウトプットの端子は一つでステレオの端子になっていて、ヘッドホンとかをつなぐとステレオで出力できたんですけれども、今回は2つ L と R があります。そしてその隣はコントロールインですね。この G2-4 の場合、外部のエクスプレッションペダルを接続できます。で、電源ですね。側面にも端子があって、ヘッドホンアウトと、そして USB の端子が今回からタイプ C になりました。 G1-4 はマイクロ B っていう形だったんですけれども、タイプ C になっております。じゃあ繋いでいくんですけども、せっかくなんで USB をちょっと繋いでみます。 USB ってコンピューターと接続してオーディオインターフェースとしても使えるんですけども、この USB タイプ C でも給電できるんですよね。なのでアダプター今日忘れたっていう時だとか、そういう時でもこの USB に挿すと、じゃーん、起動します。接続すると初めに LINE 出力ですか、それともアンプにつなぎますかっていう形で聞いてくるので、今回はねちょっとアンプでやってみようかな。アンプ形で設定すると立ち上がります。ではサウンド比較用のセッティングしてみます。はい、つながりました。ではやっていきましょうか。じゃあまず G2-4 の音をちょっとどんな感じか聞きましょうか。まずじゃあこの001のスモーキング2021、なんだスモーキングってどっちのスモーキングだろう。結構クランチな音からスタートするんですね。で、比較をするにあたって僕すごく大事だなと思ってるのがバイパス音なんですよ。ちょっとねその比較をまずやらせてください。これがね結構全てを物語るというか、こっちをエンプティにしてこっちもエンプティにします。これでね両方エフェクトがかかってない音ですね。今日ライムトンオーディオのライムトンベースっていうところに両方つないでいて、このライムトンベース自体はトゥルーバイパスなので、両方オフにしているとトゥルーバイパスでアンプに行きますし、こっちのチャンネル1ピンクが光ってる時は G1-4、そしてブルーが光ってる時は G2-4 になっています。じゃあまずアンプ直の音、こんな感じです。G1-4。G2-4。わかります？この違い。G2-4 ちょっと明るかったですよね。この違いが結構この後のサウンドにもすごく反映されるというか、ちょっともう一回いきますね。G1-4 がこのアタックの感じがねすごくね G1-4 なんですよ。G2-4 ちょっと明るいですよね。この感じこの後いろいろ効いてくるので、ぜひ覚えておいていただければと思います。じゃあ次にねやっぱエフェクトを弾き比べていきましょうか。じゃあここに何か割り当てます。これねすごくねおしゃれになってて、こういうねマップが出てくるんですよね。このドライブエリア、上とか下にねこうやってドライブが入ってて、右に行くとここがコーラスエリアですね。でディレイ、リバーブ、このリバーブの中で上とか下からねこういろんなリバーブを選ぶだと、そんな感じになってます。じゃあちょっとまずドライブペダル出してみようかな。これにしましょうか。 TS ドライブ、こっちも同じのをセッティングします。はい、 TS ドライブこれですね。両方トーン80のゲインマックスです。じゃあ G1-4 からG2-4。あ、やっぱりね明るさが違いますね。
もう完全に傾向をつかみましたよね。どっちがどういう感じかって。どっちが好きですか？どっちが好きですか？これはもう好みなんで、もうどっちの音が好きだなっていうのだとか、そんくらいの差で値段の差がこれだったら、別に僕はこっちかなみたいな、そういう選び方でいいと思うんですね。G2-4 の方がちょっと明るいんだったら、G1-4 の EQ で明るくしたら、ほとんど一緒なんじゃないと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、多分ね、そういうことじゃないんですよね。こっちでちょっと、ハイ上げてみましょうか。20ぐらい。マスターのハイを上げてみました。でもね、多分そうじゃないんだよな。さっき G2-4。透き通る感じ。じゃあ、ハイを上げた G1-4。やっぱ違いますよね。ハイは上がってるんですけども、さっきよりかは。でもそもそものこの搭載してるエンジンが違うっていうのか、エンジンっていう言い方がいいのかわかんないんですけども、それぞれのこのエフェクターの個性による音の違いなんで、この動画を見てね、こっちの方が自分には合ってるっていうのをね、何か気づきになれば嬉しいなと思います。じゃあ続いては気になるアンプシミュレーター比較やっていきたいなと思います。今日ね、ちょっとこっちのアンプのフロントから挿してますけれども、サウンドのキャラクターの違いはわかるかなと思うので、両方今 MS800 を選んでるんですけれども、G1-4 ってこれまでアンプのシミュレーターめちゃめちゃ音大きくて、今これバイパス。こんなんだったじゃないですか。めっちゃ音大きいんですよ。これがなんと G2-4 改善されてて、いい感じの音量。じゃちょっと音量合わせますね、さすがに。これでちょっとやってみましょうか。まず G1-4。はい、こんな感じですね。G2-4。この G2-4 マルチレイヤー IR っていう新しい技術を搭載していて、弱めのタッチと強めのタッチで違うアンプの IR、このレスポンスを使い分けることによって、実際のね、アンプのこの弱いタッチで鳴った時の感じと強いタッチでね、ビャーンって鳴ってきたのをマイクが拾ったような感じ、使い分けてるっていう感じなんですよね。弱く弾くと、強く弾くと、この本当に実際のアンプで強い時と弱い時こういう差が出るよなっていうのがすごく再現されていて、 G1-4 より G2-4 の方がそこら辺のこのニュアンスのついてくる感じというか、鳴る音みたいなところはすごくパワーアップしてる感じがありますね。音以外についても比較していこうと思うんですけれども、まずフットスイッチが3つに増えているので、1曲の中で音をこういう風にね、簡単に3つ設定しておいたものに切り替えられたり、ここの上のこの矢印ボタンみたいなところも、ちょっと曲中に踏むのはもしかしたら難しいかもしれないですけれども、曲の間で次の曲用のプリセットに切り替えようっていう形で、足のつま先とかでもすごくね、靴でも踏みやすいと思います。あと液晶がね、すごくね、綺麗というか、一つのドットがすごく小さいので、G1-4 に比べるとかなり高画質というか綺麗な感じで、映っていますね。そして G1-4 と同様、ここにね、このマスターのボリュームだとかイコライザーが設定できるので、これ何かっていうと、パッチ一個一個に設定しているレベルだとかイコライジングみたいなところには関係なく、全体のパッチに効くようなボリュームだとかハイローミッドみたいなのが調節できるんですね。なので例えば今日のギターアンプはちょっとハイがすごく出過ぎてるっていう場合、ギターアンプ側でなんとかならなければ、こちらのアウトプットのハイを下げることによって全部の音色のハイが下がったりするので、これね、すごく便利ですね。この機能は G1-4 にもあります。じゃあせっかくなんで、この G2-4 に入ってるプリセットが他どんな感じなのかあるかをちょっとね、いくつか弾いてみましょうか。
構やっぱりこういうクリーン系の音綺麗ですね、ズームの音は。こうやってなんか音探してるとパッチ名がもうこの曲弾いてくれみたいなもうなんていうの、そのザ曲名みたいなパッチ名が結構あったりして、例えばこのスモークオンとかそういうことでしょ。なんか弾いてってことでしょ。かっこいい。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこの G1-4 と G2-4 を比較して、特にね音の感じがどういう風に違うのかっていうところに焦点を当てて比較してみました。これ正直 G1-4 の方がやっぱりお値段は安いし、あと軽いし小さくて持ち運びやすいっていうのもあるので、ぜひ皆さんに合ったですね方を選んでいただければと思います。このチャンネルこんな感じでいろんな機材の比較だとか情報をお届けしてますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。高評価もお待ちしております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。